まずはお疲れ様でした。なんとか全員無事に切り抜けられましたね。今ここにこうしていられることが奇跡のようですわ。先輩のおかげです。私だけだったら多分。不思議ですね。何かこの先の道が開けた気がするんです。この音、オムニストロンから。まさかルカ・ティリス、応答せよ。バシュラール様。バシュラール？ティリス、あなた。申し訳ありません。クロノグラムをもらう代わりに定期的に報告する約束を。そうですか。こちらティリス、正常な受信を確認しました。今まで申し訳ありません。交際風の影響が予想以上に大きくて。それより確認したいことが。エイリンゼ様は無事か？はい、竜王ボルディゲンの襲撃がありましたが、協力者のおかげで切り抜けました。すでにボルディゲンと接触したか？今まで無事でいられたのは良好と言えよう。ボルディゲンのクロノリープは我々も予想していなかった。これ以上その時代にいるのは危険だ。エイリンゼ様の身の安全を最優先とし即刻帰還せよ。でもまだアバリティアの解放が。そこにいらっしゃるのですな、エイリンゼ様。お声をお聞きして安堵しました。解決への過程はたがえど、我らは共に未来を憂うもの。あなた様の無事を思う気持ちに偽りはありません。今はどうかこちらの指示に従っていただきたい。この先の未来のために。テリス、エイリンゼ様を無事にお連れしよう。いいな。はっ。先輩、最後のお願いです。私たちを見柱まで送っていただけませんか？最後？私たちがこの時代を離れるまで、せめて一緒にいてください。ええ。ティリス？エーリンゼ様。いえ。そこのポータルを抜ければクロノゲートじゃな。やれやれ、相変わらず無駄にでかい塔じゃの。言い残すことがあるならここが最後じゃぞ。これわしらもまあそこそこ苦労したし、未来のなんちゃらとか良いものをな、一つくらい置いていても罰は当たらんぞ。あなた方には助けられてばかりで感謝してもしたりませんわ。だからせめて話を聞いてください。バファリア親族の公女エイリンゼの話を。バファリア親族？お主が神？こんな時に冗談とは。嘘ならもうちょっと上手につくがよい。だいたい見た目も何も普通の人間と変わらんではないか。それは人間は私たちバファリア親族が自らを模して作った存在だからですわ。はい？昔バファリア親族は竜族との戦いに勝つために生体エングラムを豊富に持つ兵器を作り出しました。それが人間です。けれど竜族の戦いに勝利した後、人間は亜人と手を組み私たち親族に反旗を翻しました。地上を捨てた私たちは空の向こうに移り住み、人間が悔い改める時を長い間待って、天から神託という形で地上の教団を操り、自らを神話と化したのです。
教団が管理するアバリティア封印機構、そこから集めたエングラムによって親族の文化は成り立っています。いわばアバリティアは私たちの命綱なのです。あなたはそれを解放していたの？肥大化し暴走したアバリティアの歪みが世界を滅ぼすならばと思い、自分ができることをしようとしましたが、世界のためとはいえアバリティアを解放することは文明の自死につながるとバシュラールに反対されました。でも私は星を救うとともに自分殺しの因果にとらわれたアバリティアをこれ以上利用したくなかった。彼らを解放してその上で新たな未来を模索したかったのです。リンゼ様、ここまでいろいろとお世話になりました。星の未来をかけた旅の感想としては不謹慎かもしれませんが、とても楽しかった。こんなに楽しかったのは生まれて初めてです。あなたたちに会えて本当によかった。なんじゃ改まって、最後ならパーッと楽しく行こうではないか。ほれ、そろそろ行くぞ。1000年経ってもわしらのことを忘れるでないぞ。バシュラール様。あなたが直接来るなんて。皇族の一大事に駆けつけるのは臣下の務め。ご無事で何よりです。エーリンゼ公女。手持ちのクロノグラム。はい、これで全部です。このものはこの時代の協力者です。おかげでボルディゲンを退けることができ。下僕、何をするんですか。クリス。バシュラール、あなた。お前の役目は終わった。せめてもの褒美としてこの時代で安穏に暮らせ。アリシアのご加護。そしてこの声、イマジンシードか？このままだと彼女は計画に利用される。そうなってしまったらシャルロットを探して未来への道を。彼女はシャルロットは待って。喋らなくなってしもうたな。計画ってまさかバシュラール様、本当に。待て、どこへ行くつもりじゃ。一刻も早くカルトゥームに行かないと。
そのイマジンシードの言う通りなら、エーリンゼ様は、エーリンゼ様のお命は。落ち着いて。一人は危険よ。私も一緒に行く。あのはい。そうじゃな。待ってた？お主、わしらが来ることを知ってたのか？アインレインは信託を受けたんです。ここにシャルロットを連れてきてあなたを助けろと。もしやお主、今までわしらに協力的だったのも信託か？お主、本当に一体何者なんじゃ？君はライジャーなのか？あなたがそうなの？いずれお主の記憶につながる何かに出会うこともあるじゃろうて。私の名はエーリンゼ。この星を救うためにあなたたちに会えて本当によかった。あなたの全てをこの世界、それを知るためにも私はエーリンゼを助けたい。私たちシャルロットさんに会えと言われたんです。エーリンゼ様がさらわれて、それでこのペンダントを渡せばいいのね。よくわからないけどこの中身が必要なんでしょ？これは嘘。こんな高純度のクロノグラムがどうしてここに？何すごいものなのそれ？すごいも何も、これ一つで私たち全員がクロノリープしてお釣りが来ます。クロノリープ？とにかくこれがあればエーリンゼ様を助けに行けます。ありがとう。後で必ず返すから。あなた方の戦いに幸運があらんこと。行きましょう先輩。神がかりの御柱へ、そこから先へ。はい。アリシアのご加護。はい。
とにかく暗いな邪魔くせえ。おらフレルベ、なぜあやつがここに。落ち着いてください。あのフレルベは私たちの味方です。味方じゃと。何を言って。おい、ったく。ええ。チッ。はい。ええ。ああ。なんじゃと。いえ。おい。え？よし。ロックされてる。これじゃ先に進めない。それなら戻ってきたのか、ティリス。あの時代で平和に暮らせばいいもの。そんなことできるわけありません。エーリンゼ様を返してください。工場を犠牲にしようとか、お前頭おかしいんじゃねえのか。むしろ公女一人の犠牲で皆が助かるのだ。そのために身を投げ出すのは皇族の義務ではないか。バシュラール様、シェルを使って他のアバリティアの肥大化を制御できても根本からの解決にはなりません。一時的な対応では意味がないんです。アバリティアという存在自体を消さないと。ああ、そうか。お前にはそこまでの情報しか開示していなかったな。星の獣、それこそがアバリティアの歪みが肥大化した原因だ。旧文明を滅ぼした最悪か。こんな時におとぎ話か。星の獣は実在する。この世界の時間から切り離された虚数世界においてな、高度に発展した文明が星に害を与えると判じた時に姿を現す惑星レグナスの防衛機構、虚数世界を通じてアバリティアとつながっている。それは決して消せるものではない。このアバリティアシェル計画は根本の原因である星の獣を制御するためのものなのだ。なんじゃと。計画が成功すれば我々は獣を恐れて文明を捨てることなく星の未来を確保できる。我らの技術はレグナスの繁栄も支えている。地上に住む全ての種族にとっても光ある道だ。それは。ティリスはどうしたい。それが一番重要だよ。
先輩、私はエーリンゼ様を助けたい。誰かを犠牲にする道が明るいなんて思えない。どうやらティリスを強くしたのは貴様のようだ。貴様らがどうやってクロノグラムを調達したか、後でじっくり聞かせてもらおう。ゾルキシアの戦闘員だな。しかったね。ここは私が食い止める。お前らは先へ行け。でもどうやって？この先に修復中の壁があるはずだ。そこからならバシュラールのところに潜り込める。昔私が大暴れした後でな、相当でかい穴を開けてやったから、まだ完全修復とはいかないだろう。さあ行け。もたもたしていると兵士たちが来ちまうぞ。フレルベの言う通りじゃったな。これなら先に進めるぞ。行きましょう。エーリンゼ様を助けに。やれ。エーリンゼ様！異常事態だ。暴走するぞ。引き上がせ。エーリンゼ様、逃げて。テリス！先輩！消えた。クロノグラムなしで飛んだだ。しかもこれはいつですか？おい、無理をするな。答えなさい。ティリスを取り込んだあれはどこに飛んだのですか？予測される時代は1000年前。あなたが飛んだあの時代です。助けに行くおつもりなら諦めた方がいい。シェルの暴走を受けて時空が乱れています。今クロノリープをするのは自殺行為だ。あなたが引き起こしたことでしょ。なんとかならないのですか？不甲斐なき身にて。僕が何とかしてあげようか。お主、確かメルローフ。なぜここに？名前を覚えてくれてありがとう。貴様、放浪者か。さすがゾルキシアの幹部。僕のことを知ってるんだ。
それなら協力した方が得だよね。おいガキ、突然現れて道案内させて勝手に話を進めてんじゃねえ。エーリンゼ様、ご無事で。あれ、ティリスは？ティリスは私の身代わりに。まったくやってくれたよね。あんな人形を作って獣とつなげるなんて。あれの暴走で獣まで活性化してしまった。このままだと近いうちにこの星の文明は滅びるよ。そんな。未来を作るための行為が未来を滅ぼす。本当に人というものは愚かだ。でもそれでも僕は君たちを助けなきゃいけない。クロノゲートに向かうんだ。僕が飛べるようにしてあげるから。は？お主何を？僕を信じて。もちろんおじさんも協力してくれるよね。致し方あるまい。さて、それと君たちはここに残って手伝ってもらいたいことがあるから。時間稼ぎにはなるだろう。さあ行って。時間がない。時空が安定している。ほら、なんとかなっただろう。アバリティアシェルだったかな。そろそろ予測ポイントに出るだろう。過去に戻ったら僕を探すといい。多分シェルの出現場所を知っているはずだ。あの時代の僕ならアステルリーズにいるよ。一体何者なんじゃお主。お主もバファリア親族なのか？僕の名はメルローフ。ただの放浪者さ。ほら、迷っている暇はないよ。時空が安定しているうちに早く。このクロノグラムをお使いください。新しいオムニストロンを渡しておきましょう。バシュラール。アバリティアシェルを捕獲するという意味で我々の目的は一致しています。争う必要はない。今後はできうる限りのサポートをいたしましょう。あなたの言うことはいつも正しい。今私たちと組むという選択だってそう。私だって最善が何かは分かっているのです。一時的にでもあなたは死だったのですから。でもあなたと手を組みます。けれどティリスを危険な目に遭わせたあなたを私は決して許しません。それでこそ誇り高きバファリアの皇女です。あなたはここに残ってバシュラールたちの監視を。は、どうかお気をつけて。戻りましょう。あなたたちの時代へ。アリシアのご加護を。希望の年を、君の戦いを僕に見せてくれ。はい。さて、いつもと変わらずか。未来に行ったのが嘘のようじゃな。
ちょいとコイン亭に寄っていかんか。亭主に挨拶もしたいしの。言っておくが、決して飯を食べたいとかそんな理由ではないぞ。情報収集も兼ねてじゃぞ。よし。おい、はなんじゃと。のあ、わい。おいおい。はい。うんそうじゃ。やあ。ふん。うわ。うん。はい。なんじゃと。はい。ああ。まあまあ。なるほど。アインレイン様がおっしゃっていたお姿と一致しますね。私はアステルリーズ神官長デュゲリオと申す者。信託によりあなた方に従いましょう。さあ、こちらへ。典型の聖堂へ案内いたします。信託により教団がわしらに従うと。はい。それが信託の巫女が受けた啓示ならば、バファリアの神は今あなた方の力を必要としている。
我らはただ神の言葉に従うのみです。バファリアの神が、もしかして。詳細は聖堂にいらっしゃるアインレイン様にお聞きください。行ってみるか。この結界は生体エングラムに働きかけるもの。アイレイン！待ってた。念のため聞くが、お主わしらのことを覚えておるか？ライジャについてとか、神がかりの見柱に入るための許可証とか。この辺りは特に変わっていないようじゃな。ところでなぜこんな結界を？これは中にいる神の御使いを眠らせるため。もしかしてアバリティアシェルがこの中に？アバリティアシェル？ああ、いや、その御使いとやらはいつからここに？半年前、突然ここに。結界を張っていないと起きてしまうから。ダメ、危ない。止めないでください。この目で確かめなくては。中に怪物がいるの。私たちが御使いに近づくのを邪魔している。そのせいで私たちはここからしか結界を張れない。このままだと神の御使いはいずれ目覚めて。神はあなた方の力を欲しています。神の望みは中にいる怪物を取り除き、御使いの怒りを抑えること。それを成し遂げた者に忠誠を誓うようにと。バッシュルアールです。この信託はおそらく彼が。そういうことか。よし、中の怪物とやらを叩き出しティリスを救うぞ。この奥に御使いアバリティアシェルがおるのじゃな。ティリスが無事だと良いのじゃが。行き止まりのようですね。多分これですわ。なんじゃ？こやつじゃな。アインレインに似ていた怪物というのは。またですわ。よろしいですか？面倒だ。下僕、もう一度やってしまえ。あれはアバリティアシェル。
じゃこやつは先ほどまでの奴らとは明らかに格が違うぞ。まさか対竜族よ、こんなものまで。バファリアの神よ、その力を示したまえ。これでしばらくは大丈夫。さすが神に選ばれし者、あの怪物を倒してしまうとは。神託の巫女様に代わりお礼を申し上げます。あのままでは御使いが暴れ出すのも時間の問題でした。神もさぞお喜びのことでしょう。でもそれも一時しのぎですわ。今は眠っているようですが、いずれ目覚めてティリスを完全に取り込んでしまう。なんとか分離する方法を探さないと。なあ、もしもじゃぞ。その方法がないとしたら、ティリスを取り込んだアバリティアシェルによって世界は